旅はウズベキスタンのヒバ、城壁に囲まれた秘境の町です。ヒバまではね、寝台列車で移動しました。このね、雄大な景色を見ながらの移動が最高で、私の邪悪な心が現れるのを感じました。これがね、部屋なんですけど、見ての通りとても綺麗ですごい快適にね、過ごせました。到着。この駅ね、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。まだ新しいのかな。ちっちゃなね、カフェというか売店もあったし、綺麗なお手洗いもありましたよ。でね、この後イチャンカラまでどう行くかが問題で、歩くと30分らしいんですよ。でもここに来るまでにね、この国がどれほどね、クソほど暑いか学習してましたので、まあ頑張って交渉してタクシー乗りましょうと。で、交渉を終えたところなんですけれど、まあ若干相場からね、上乗せしたぐらいの料金で交渉成立でした。で、実は前情報でヒバではタクシーアプリ使えないって聞いてたんですよ。でも、結論ね、最終日に発覚したんだけど、ヤンデックス GO ね、タクシーアプリ、ここでも使えそうでした。ヒバはね、砂漠に囲まれたオアシス都市です。で、その中にあるイチャンカラっていう世界遺産は城壁に囲まれた博物館都市と言われてます。で、その名前の通り多くのイスラム建築が残っています。見てこれ城壁ですよ。めっちゃかっこいい。でね、宮殿とか神学校、モスクなどなど見どころがたくさんあるみたいです。今回ね、ホテルはこのイチャンカラの中で撮りました。ただチェックインまでね、ちょっとまだ時間があるので、まずはランチしたいと思います。あれ？スタッフオンリー？とりあえずね、アイスカフェラテで体を冷やします。めちゃくちゃ素敵な店内じゃないですか。はい、眺め最高。ウズベキスタン料理が中心でね、メニューは充実してました。あと、写真があるのがめっちゃありがたかった。でね、ここは若干高めかな、値段が。なんですけど、もう結論、ここめっちゃいい店だったのでね、合計3回ここで食事しました。うん。いい匂いする。確かにディルの匂いだね。Thank you. Thank you. Thank you very much. うん。緑のディルの風味が強すぎずね、すごい食べやすかったです。で、トマトベースのソースはね、野菜もお肉もゴロゴロで、この横のヨーグルトソースをね、かけるとマイルドになってね、さらに美味しかったです。ホテルに戻ってチェックインします。実はこのホテルはね、イチャンカーの中で最も大きいところでした。ホテルの人はみんな優しかったし、英語も全く問題なし。部屋の中には大きいテレビに大きいクローゼットがあって、あと果物とお菓子のサービスもありました。そしてね、窓からの景色はイチャンからのね、素敵な景色が見えますよ。塔もね、2つ見えました。そしてバスルームはね、醤油差しを彷彿とさせるソープとバスタブがあるのがポイントです。イチャンからは共通入場券を購入すると、ほとんどのね、見どころに入ることができます。これが街のシンボル、カルタミノルです。
この塔は1852年に着工したんですけれど、工事が中断しちゃったみたいで未完成の塔のままです。でね、周辺にはお土産屋さんもたくさんあります。これね、ちょっと見てください。ウズベキスタン実はザクロが人気の果物で生産量も多いみたいで。でね、せっかくなのでジュース飲んでみたんですけど、いつか食べた野草みたいな味がしました。ね、観光客誰もいないよ。あ、いるよ。どこ12時の方。みんな消えた。あー、なんか貸し切りだよ。なんかめちゃめちゃちゃんと展示があるね。これはね、びっくりした。もう怖い。ここはね、イチャンカラの中心にあるモスクでジュマモスクと言われています。ジュマは金曜日の意味で、この日に祈りを捧げるということが由来らしいです。もう柱1個ずつデザインが全部違うんだって。これもまたくるみの木？わかんない。ねえ、確かにめちゃめちゃ細かいよ、これ。これちなみにまた中央からね、差し込む光がすごい素敵で、落ち着く空間でした。アイス食べたい。アイスはね、市販のものなんですけど、いろいろあって全部気になりました。チョコを選んだよ。これね、濃厚でめっちゃ美味しかったです。ちょっとね、カフェラテは残念でした。こういう重厚な木の扉とか、イスラム建築特有のこのアーチの形がもう何回見ても可愛くて胸がキュンとします。メドレセっていうのは進学校の意味です。たくさんある部屋は教室なのかな。
30分以上のね、本格的な素晴らしいショーでした。オーデ乾杯。私はね、サルバストオリジナルというビールにしました。イスラム教国家だけはね、国産ビールがいくつかあるんですよ。で、頼んだものがこちらです。まず最初にカプシュルマというね、これはウズベキスタンの軽食みたいです。小麦粉の皮の中にね、牛肉ミンチと玉ねぎが入ってて、これもね、もう見た目通り美味しかった。こっちの料理はなんかスパイスとかハーブが強すぎないから、日本人の口に合う料理が多い気がします。でね、ホットサラダって書いてあるのは完全に炒め物でした。で、あともう一個、オシュ。これは麺が入ったミートボールスープで、これも優しい味で美味しかった。そして最後にデザート選びです。見本をね、全部持ってきてくれました。マジで全部食べたい。ほんと全部美味しそうだったけど、選んだのはこちらです。キャロットケーキとバクラバです。バクラバはトルコの伝統菓子のことです。ではキャロットケーキ食したいと思います。私ね、ビールだけじゃなくて甘いものも大好きなんですよ。この旅行中ね、サマルカンドでもブハラでもスイーツ食べてますので、よかったら動画見てみてください。で、ここのキャロットケーキも最高でした。ではね、夜のイチャンカラ観光に繰り出たいと思います。夜はもうこのライトアップが本当に素敵でした。白色とオレンジ色と青色のライトがね、上品ですごく綺麗でした。そしてね、この国でも夜遅くまで子供たちがね、こうやってキャッキャ遊んでるのがすごい平和だなと思いました。そしてここがカルタミノル。昼見るのとね、またちょっと違いませんか？さらにね、迫力がありましたよ。ちょっとライトアップするとここディズニーっぽくないですか？で、なんかこの白い帽子売ってるのがね、チョギルマっていうものなんですけど、暑そうだけど夏でも被れるみたい。そしてね、このメドレーで私はこの光景を前にしてもう立ち尽くしましたよ。野菜に果物にハムにチーズにね、結構いろいろ種類がたくさんありました。菓子パンみたいなのもね、あったよ。ね、見て、たくさんウインナーのタコじゃない形がある。これも美味しそう。This Madam Han, very nice cashmere bag, shop with silk, please. Madam Han, Madam. 一応声かけてくれるんだ。かわいいねだって。そういえばね、この旅行中日本人を結構見たんですよ。何様って感じだけど、この国観光地としてのポテンシャルめっちゃ高いと思うんで、これからもっと人気になったら嬉しいなと思います。他の観光客がね、ほぼいなかったんですよ。ゆっくり回れました。撮影したのは6月末で暑かったんだけどね、人がいないという意味でいい時期だったかもしれないです。ここね、カラフルで可愛いお土産がたくさん並んでました。作ってるのもね、見れるのが面白かった。ここはね、ダルバザ門です。何回見てもね、やっぱ城壁がすごく立派でかっこいい。これ高さ8メートルもあるらしいですよ。でね、よく見ると、このタイルの柄がね、1個ずつ違ってすごい可愛かったです。で、中に入るとね、壁に使われてるタイルが売られてたし、こっちにはぎっしりとね、名物の
ウズベクおじさんが売られてました。他にもね、絵画とかお皿が売っていて、ヒバではね、お土産に困ることがなさそうです。で、このタシハウリ宮殿、実はこの青いタイル装飾がね、イチャンカラで一番豪華って言われてます。で、そもそもね、この青色っていうのはイスラム教で神聖な色とされてるみたいです。ごめんなさい、なんか最後ね、もう気が抜けて映像撮ってなかったんですよ。このマスタバっていうのはトマトベースのスープにご飯が入ってるウズベキスタン料理です。具沢山でね、美味しかったよ。そして最後はソフトクリームで糖分補給。懐かしい味がしました。ごちそうさま。ご視聴ありがとうございました。皆さんの旅の話もぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。